第二次世界大戦とは何だったのか。帝国の時代が終わり、現代世界が生まれた戦争。それは単なる連合国と枢軸国の戦争ではなかった。ドイツ、日本、イタリアという国々が既存の世界秩序に挑み、アメリカ、イギリス、ソ連、中国などと戦った巨大な戦争。そう説明することはできる。しかし、それだけでは、この戦争の本当の大きさは見えてこない。第二次世界大戦とは、第一次世界大戦後に作られた不安定な秩序が崩壊し、帝国主義、全体主義、民族主義、資源争奪、植民地支配、そして大量虐殺が結びついた人類史上最大の総力戦だった。それは一つの戦争ではなかった。ヨーロッパの戦争、東アジアの戦争、太平洋の戦争、独ソ戦、植民地世界の戦争、別々に燃えていた火がやがて一つにつながり、世界全体を焼いた。そしてその廃墟の中から国際連合、冷戦、核兵器、脱植民地化、戦後、日本、そしてアメリカとソ連を中心とする新しい世界が生まれた。つまり第二次世界大戦とは、古い帝国の世界が崩れ、私たちが今も生きている現代世界が生まれた戦争だったのである。第一章、戦争はなぜ起きたのか。第二次世界大戦は、翌1939年、ドイツのポーランド侵攻によって始まったと説明される。これはヨーロッパの視点では正しい。だが、世界全体で見るなら、戦争の火種はもっと前から燃えていた。第一次世界大戦が終わった後、ヨーロッパにはベルサイユ体制という新しい秩序が作られた。しかしそれは勝者が作った秩序だった。敗者となったドイツには重い賠償と軍備制限が課され、国民の間には屈辱と不満が残った。ロシアでは革命が起こり、ソ連という新しい共産主義国家が誕生した。イタリアは戦勝国でありながら十分な利益を得られなかったと感じていた。日本はアジアの大国として成長しながらも、欧米列強が築いた植民地世界の中で自国の地位と資源を求めていた。そこへ世界恐慌が襲いかかる。失業、貧困、社会不安。人々は自由主義や議会政治に失望し、強い指導者、強い国家、分かりやすい敵を求めるようになった。ナチス・ドイツが台頭したのは、単に一人の独裁者の力だけではない。敗戦の屈辱、経済危機、社会の不安、そして自分たちは不当に扱われているという感情が、その土壌になった。同じ頃、東アジアでは日本が満州へ進出した。1931年の満州事変、そして1937年の日中戦争。アジアから見れば、第二次世界大戦の流れは、ポーランド侵攻よりも前にすでに始まっていたとも言える。つまり、第二次世界大戦には、開戦の日が一つだけあるわけではない。ヨーロッパでは1939年、東アジアでは1931年、あるいは1937年、世界の各地で秩序の亀裂は少しずつ広がっていた。では、なぜ世界はその戦争を止められなかったのか。侵略はある日突然、世界全体を飲み込んだわけではなかった。満州事変、イタリアのエチオピア侵攻、ドイツのラインラント進駐、オーストリア併合、チェコスロバキア解体、侵略は段階的に進んでいった。しかし、国際社会はそれを止められなかった。国際連盟は理念としては平和を守る組織だった。だが、強制力は弱く、大国の利害がぶつかれば無力だった。イギリスやフランスは第一次世界大戦の悲惨な記憶から再び大戦になることを恐れていた。ドイツを強く刺激すれば、またヨーロッパ全土が戦場になるかもしれない。その恐怖が融和政策を生んだ。また、各国にはそれぞれ国内事情があった。世界恐慌からの回復、失業対策、国内世論、植民地経営、共産主義への警戒。特にソ連への不信感はドイツを抑え込む国際的な結束を弱めた。アメリカにもヨーロッパの戦争に関わりたくないという孤立主義的な空気があった。もちろん侵略を選んだ責任は侵略した側にある。だが同時にそれを早い段階で止められなかった。国際秩序の弱さも戦争を拡大させた。戦争は悪意だけで起こるのではない。恐怖、妥協、見て見ぬふり、先送り、そうしたものが積み重なった時、世界は破局へ向かう。第2章、複数の戦争が世界大戦になった。第二次世界大戦を理解する上で重要なのは、それが一つの戦争ではなかったということだ。ヨーロッパではドイツがポーランド、
フランス、ソ連へと侵攻した。イギリスは空からの攻撃に耐え、やがてアメリカが参戦する。東では独ソ戦という凄惨な戦争が始まる。東アジアでは日本と中国の戦争が長く続いていた。それは短期決戦では終わらず、中国大陸に深く入り込んだ日本は出口を見失っていく。太平洋では日本とアメリカ、イギリス、オランダなどが衝突した。空母、航空機、潜水艦、島嶼戦、海と空を舞台にした新しい戦争が展開された。さらに植民地世界も戦場となった。インド兵、アフリカ兵、東南アジアの人々、朝鮮や台湾の人々も帝国の戦争に動員された。彼らにとってこの戦争は自分たちの国家のための戦争ではなく、支配者である帝国のために巻き込まれた戦争でもあった。こうしてヨーロッパの戦争、アジアの戦争、植民地の戦争が結びつき、世界大戦となった。世界大戦とは単に戦場が広い戦争ではない。別々に燃えていた火がつながり、世界全体を焼く戦争なのである。第三章、枢軸国と日本は何を求めたのか。ドイツは第一次世界大戦の敗北を覆そうとした。ヒトラーはベルサイユ体制を打破し、ドイツ民族の復興を掲げた。だが、その思想の中心には激しい人種主義と東方への拡張があった。ドイツは単に領土を取り戻そうとしたのではない。ヨーロッパを人種秩序によって作り変えようとした。日本は資源と安全保障権を求めた。石油、鉄、ゴム、市場、資源の乏しい日本は欧米列強が支配する世界の中で自国の生存権を確保しようとした。その結果、満州、中国大陸、東南アジアへと進出していく。イタリアは古代ローマの栄光を夢見た。ムッソリーニは地中海とアフリカに新たな帝国を築こうとした。しかし、ここで注意しなければならないことがある。不満があったから仕方なかった。資源がなかったから仕方なかった。とは言えない。不満や資源不足は背景であって、その解決策として侵略を選んだのは国家の判断だった。持たざる国であったことは侵略の免罪符にはならない。自国の苦しみを他国の支配と犠牲によって解決しようとしたとき、国家は破局への道を進み始める。特に日本にとっての第二次世界大戦は真珠湾攻撃から突然始まったものではない。日本の破局は満州から始まり、中国で泥沼化し、南方へ拡大し、太平洋で破局した満州事変によって日本は大陸へ深く踏み込んだ。国際連盟の批判を受けると、日本は連盟を脱退した。国際協調の道は狭まり、日本は独自の道を進むようになる。やがて日中戦争が始まる。日本は短期間で中国を屈服させられると考えた。しかし中国は広く、抵抗は続き、戦争は終わらなかった。戦線は拡大し、兵力と物資は消耗し、日本は出口を失っていく。中国での戦争を続けるには資源が必要だった。だが、アメリカやイギリスとの関係は悪化し、石油をはじめとする資源の確保が難しくなる。そこで日本は南方資源地帯へ目を向けた。しかしそこにはイギリス、オランダ、アメリカの権益があった。こうして日本はアジアでの戦争を終わらせるために、さらに大きな戦争へ踏み込んでいく。満州から中国へ、中国から東南アジアへ、東南アジアから太平洋へ。日本の敗戦は真珠湾の一撃だけで決まったのではない。中国大陸で戦争を終わらせられなくなった時点で、すでに破局への道は始まっていた。第4章、思想、宣伝、国民動員の戦争。第二次世界大戦は単なる領土争いではなかった。それは世界をどう作るかをめぐる戦争でもあった。自由主義、ファシズム、軍国主義、共産主義、帝国主義、民族自決、人種主義、様々な思想がぶつかり合った。ナチスドイツは人種による新秩序を掲げた。日本は大東亜共栄圏を唱え、アジア解放を主張した。アメリカとイギリスは自由主義的な国際秩序を守ろうとした。ソ連は共産主義国家として資本主義世界とは異なる体制を持っていた。だが連合国が完全な正義だったわけではない。イギリスやフランスは植民地帝国だった。ソ連は独裁国家であり、戦後には東欧を自らの影響圏に置いた。アメリカも原爆投下、日系人収容、人種差別という問題を抱えていた。この戦争は善と悪だけで単純に割り切れるものではない。しかし、だからといって侵略や虐殺の責任が消えるわけでもない。歴史を見る上で大切なのは、
単純化しすぎないこと、そして相対化しすぎないことである。そして総力戦とは軍隊だけを動かす戦争ではない。国家全体を戦争の機会に変える戦争である。第二次世界大戦では、兵士だけでなく、工場も、学校も、家庭も、新聞も、映画も、ラジオも、戦争に組み込まれた。国家は国民の心までも動員した。新聞は戦意を高め、ラジオは勝利を伝え、映画やポスターは敵を悪魔のように描いた。学校教育は犠牲を美徳として教え、検閲は都合の悪い情報を消した。人々はただ命令されたのではない。この戦争は正しい。敵は倒すべき存在だ。犠牲は尊い。そう信じるように導かれていった。戦争は武器だけで作られるのではない。言葉と映像と教育によっても作られる。総力戦とは兵士と物資だけでなく、人々の感情、恐怖、誇り、憎しみまでも動員する戦争だった。第5章、民間人と大量虐殺。第二次世界大戦では民間人が大量に犠牲になった。都市爆撃、空襲、原爆、占領地での虐殺、強制労働、飢餓、難民、収容所、配給、学徒動員、集団疎開、戦場は前線だけではなかった。都市も工場も学校も家庭も戦争の一部になった。男性が前線へ送られる一方で、女性たちは工場、看護、農業、事務、軍需産業に動員された。子供たちも疎開し、教育も生活も戦争に合わせて変えられた。人々は日々の暮らしの中で国家の戦争を支える存在にされていった。第二次世界大戦の恐ろしさは、軍人同士の戦闘だけでは説明できない。前線と15の境界が崩れ、社会そのものが戦場になったところに、この戦争の本質がある。さらに、第二次世界大戦を語る上で、ホロコーストと大量虐殺は避けて通れない。ナチス・ドイツの戦争は単なる領土拡大ではなかった。ユダヤ人、ロマ、障害者、スラブ系住民、政治犯、国家が人間を分類し、生きる価値があるものと消されるものに分けた。そしてその思想が官僚制、鉄道、収容所、軍隊、警察と結びつき、組織的な殺害へと進んでいった。特に独ソ戦は通常の戦争という言葉では収まりきらない。それは占領、飢餓、虐殺、強制労働が結びついた絶滅戦争だった。また大量虐殺や戦争犯罪はヨーロッパだけの問題ではない。アジアの占領地でも虐殺、強制労働、捕虜虐待、住民への暴力が起きた。戦争とは軍隊が進むところに秩序が生まれるのではなく、しばしば人間の尊厳を破壊する暴力が広がるものでもあった。第二次世界大戦は戦死者の数が多かっただけの戦争ではない。国家が人間の価値を選別し、不要とされた人々を消していったという点で、戦争の質そのものが異常だった。第6章、石油、工場、兵隊が勝敗を決めた。第二次世界大戦は石油と工場と輸送船の戦争でもあった。戦争は勇気や作戦だけでは続けられない。石油、鉄、ゴム、食料、船舶、航空機、戦車、弾薬、鉄道、暗号、レーダー、工場。これらがなければ、いかに勇敢な兵士がいても、長期戦は戦えない。アメリカは圧倒的な工業力を持っていた。艦船を作り、航空機を作り、戦車を作り、弾薬を作り、同盟国へ物資を送り続けた。ソ連は膨大な人的資源と広大な国土を背景に、甚大な被害を受けながらも耐え続けた。イギリスは海上交通路を守り、戦争を継続した。一方、日本は資源不足に苦しんだ。南方資源地帯を確保しても、それを本土へ運ぶ海上輸送路を守れなければ、意味がなかった。潜水艦攻撃と制海権の喪失によって日本の補給は次第に細っていく。ドイツもまた戦線を広げすぎた。西にイギリス、東にソ連。長大な補給線、資源不足、空からの爆撃。戦争を始める力はあっても、世界規模の長期戦を維持する力には限界があった。では、なぜ連合国は勝ったのか。それは単に連合国が正義だったからではない。世界規模の戦争を長く続ける力で枢軸国を上回ったからである。アメリカの工業力、ソ連の人的、地理的耐久力、イギリスの海上支配、連合国の資源量、暗号解読と情報戦、航空戦力と制海権、そして枢軸国側の補給線の限界。ドイツはヨーロッパ全体に戦線を広げ、
最後には東西から押しつぶされた。日本は中国、東南アジア、太平洋へ戦線を拡大しすぎた。イタリアは大国戦争を支える力が不足していた。戦争を始めることと戦争を終わらせることは違う。戦線を広げることと戦線を支え続けることも違う。枢軸国は前者の力は持っていた。だが後者において連合国との差はあまりにも大きかった。第二次世界大戦は英雄の戦争である以前に工場と石油と輸送船の戦争だったのである。第7章、植民地から見た戦争。植民地の人々から見れば、第二次世界大戦は別の顔を持っていた。インド兵、アフリカ兵、東南アジアの住民、朝鮮や台湾の人々、中国の民衆、彼らは大国の戦争に動員され、支配する側の都合で戦場へ送られた。イギリスやフランスは自由のための戦争を掲げた。だが、その自由は植民地の人々には与えられていなかった。戦後、彼らは問うことになる。なぜ自由のために戦った国々が自分たちには自由を与えないのか。この矛盾が戦後の独立運動を強めていく。日本の大東亜共栄圏もここで複雑な意味を持つ。日本はアジア解放を掲げた。しかし実態は日本中心の支配権であり、多くの地域で住民は苦しめられた。ただし同時に日本の進出は欧米植民地支配の権威を揺るがした面もあった。それは日本の侵略を正当化するものではない。だが戦後アジアの独立運動を考える上で無視できない歴史の複雑さである。占領地の人々も一枚岩ではなかった。抵抗する者がいた。協力する者がいた。生き延びるために沈黙する者がいた。密告、レジスタンス、協力政権、パルチザン。占領とは軍隊と軍隊の関係だけでなく、地域社会そのものを引き裂くものだった。第二次世界大戦は植民地の人々にとって帝国のために戦わされた戦争であると同時に、帝国からの独立を考えるきっかけにもなったのである。第8章、戦後世界の誕生。1945年、ドイツは降伏し、日本も降伏した。だが、それで世界が元に戻ったわけではない。むしろ、戦前の世界は完全に終わった。イギリスとフランスは勝者だった。しかし、もはや世界を支配する力は失っていた。ドイツと日本は敗戦国となり、占領と再建を経験した。中国では国境内戦が再燃し、やがて中華人民共和国が成立する。朝鮮半島は分断される。ドイツも東西に分断される。そして世界の中心にはアメリカとソ連が残った。第二次世界大戦の終わりは平和の始まりであると同時に冷戦の始まりでもあった。国際連合が作られた。戦争犯罪を裁くという考え方も強められた。核兵器は人類が自分自身を滅ぼしうる時代の到来を示した。さらに IMF、世界銀行、ドルを中心とする戦後経済秩序も作られていく。戦後世界は軍事だけでなく経済の仕組みとしても再編されたのである。第二次世界大戦後に生まれたものは多い。国連、冷戦、核抑止、米ソ二極体制、日本国憲法、ドイツ分断、朝鮮半島分断、脱植民地化、戦後経済秩序。これらはすべて今の世界の骨格につながっている。第二次世界大戦は1945年に終わった過去の事件ではない。その結果として作られた世界に私たちは今も生きている。第9章、終わらない戦争の記憶。しかし戦争は1945年に完全に終わったわけではない。戦場での戦闘は終わった。だが、その後も人々の移動、分断の争いは続いた。難民、引き上げ、国境変更、占領政策、故郷を失った人々がいた。国境の向こう側に取り残された人々がいた。敗戦国として生きる人々がいた。戦勝国の物語の中で自分たちの苦しみを語れなかった人々がいた。日本では敗戦、空襲、原爆の記憶が強い。中国では抗日戦争と日本軍による被害の記憶が強い。ロシアでは大祖国戦争として語られる。欧米ではファシズムを倒した正義の戦争として語られる。ドイツではナチズムへの反省が戦後国家の土台となった。同じ戦争でも国によって記憶の形は違う。誰が被害者なのか、誰が加害者なのか、何を記憶し、何を忘れるのか、
この問いは今も終わっていない。第二次世界大戦は終わった戦争である。だが、その影響は終わっていない。国境、同盟、国際機関、核兵器、歴史認識、戦争責任、被害の記憶、それらは今も世界政治と人々の感情を動かしている。終章。第二次世界大戦とは何だったのか。それは第一次世界大戦後の不安定な秩序が崩壊し、ドイツ、日本、イタリアの侵略が中国、ヨーロッパ、太平洋、植民地世界を一つの戦場に変えた人類史上最大の総力戦だった。それは軍隊だけの戦争ではなかった。国家は工場を動かし、資源を奪い、情報を統制し、民間人を動員し、人間を分類し、都市と家庭までも戦場に変えた。それは帝国主義の戦争だった。民族主義の戦争だった。全体主義の戦争だった。資源の戦争だった。思想の戦争だった。記憶の戦争でもあった。そしてその結果、ヨーロッパ中心の世界は終わった。アメリカとソ連の時代が始まった。植民地帝国は崩れ始めた。核兵器と国連と冷戦が戦後世界の形を決めた。日本は帝国から戦後国家へと作り変えられた。第二次世界大戦は1945年に終わった過去の事件ではない。その廃墟の中から生まれた世界に私たちは今も生きている。古い帝国の世界が崩れ、現代世界が血の中から生まれた戦争。それが第二次世界大戦だった。チャンネル登録、高評価お願いします。